皆さんこんにちは、愛純です。今日の動画は前回の鞍馬寺の動画の続きになります。鞍馬寺から奥の院参道を通ってこの貴船口の方に降りてきました。今日はここから貴船神社を参拝したいと思います。そこでは神様からの歓迎サイン、神様の神秘的な光を撮影することができましたので、そちらもご紹介します。この赤い橋のあるところが鞍馬山の西門で、ここからは貴船エリアに入ります。だいぶ観光客の方が増えてきました。貴船神社本宮です。貴船神社は全国に約500社ある貴船神社の総本宮です。677年頃の天武天皇の時代にはすでに社殿が作られていたという京都でも屈指の歴史を誇る神社で、清流貴船川は鴨川の源流にあたり、また御所の真北に鎮座することから、京都の水源を守る神として歴代朝廷からも大切にされてきました。貴船神社のご利益としては、運気隆昇、縁結び、諸願成就などが有名です。古くから伝わる参拝方法で三社詣というのがあり、本宮、奥宮、由比の社という順番でお参りするといいそうです。まずは本宮に向かいます。本宮のご祭神は高女将の神、水を司る龍神様です。水は万物の根源であり清いもの。貴船は貴船とも書き、気が生ずる根源の地であり、神様の気に触れるだけで元気がよみがえると言われています。この地は清い気が生まれあふれる場所。清浄な空気に触れるだけでも運気隆昇のご利益に預かれそうです。手水舎で手を清めてから横の階段を上り本殿に向かいます。なんとここで神様からの歓迎サインをいただきました。神様からの歓迎サイン、人払い。ここはもともと多くの参拝者がいるんですけれども、私たちが本殿に着いた途端に参拝者がさーっといなくなったんです。こういった人払いも神様からの歓迎サインで、私たちが参拝している間はあまり人がおらず、おかげでゆっくりと神様にお参りすることができました。ちなみに参拝が終わってお守りを買った後に本殿を見たらこんな感じでした。たくさんの参拝者で溢れています。通常はこんな感じなので、神様からのお計らいが本当にありがたくて嬉しかったです。手水舎の横に2頭の馬の像があります。実は貴船神社は絵馬発祥の地でもあるそうです。かつて日照りや長雨が続くと、朝廷は水を司る神様を祀る貴船神社に勅使を派遣し、実際の馬を献上していました。しかし平安時代には儀式が簡素化され、板に馬の絵を描いた板立て馬が奉納されるようになり、これが現在の絵馬の原型になったのだそうです。絵馬発祥の地で奉納する絵馬はさらにご利益がありそうですね。本宮を後にして次は奥宮へ向かいます。本宮からは川沿いの道を歩いて約15分くらいです。この川は夏になると川床ができて、水しぶきの音を間近で聞きながら鮎やハモを堪能できるそうです。私は川床は行ったことがないので、ぜひ次は行ってみたいなと思いました。こちらは奥宮に行く途中にある相生の杉です。同じ根から生えた2本の杉で樹齢は1000年。夫婦ともに長生きをするという意味があるそうです。相生の杉からさらに進むと奥宮の鳥居が見えてきました。赤い小さな橋がありますが、
思川という貴船川に注ぐ小川に渡されている橋です。平安時代の女流歌人、泉式部の時代は、この奥宮が本宮だったので、この小川で手や口をすすいで身を清めてから参拝したのだそうです。縁結びの神様でもあるので、泉式部をはじめたくさんの人々がそれぞれの思いを持ってこの川でみそぎを行ったので、思川なのだそうです。そしていよいよ奥宮です。この神門あたりからさらにご神気が強くなっています。そしてここで神様の不思議な光が2つ映像に映っていました。神様からの歓迎サイン、神様の光。一瞬なんでよく見てくださいね。この日は快晴で雨とか一切降ってなかったんですけど、雨みたいな光の粒がポツポツと落ちてきます。あともう一つは妖精みたいな動きをする不思議な光です。神様からの歓迎サインだと受け取って深く感謝し、神門を通らせていただきました。奥宮のご祭神は本宮と同じ高尾神の神で、水を司る龍神様です。貴船神社創建の地であり、玉頼姫の命が黄色の船に乗り、大阪湾から川を遡り、たどり着いた地だと言われています。かつてはこの奥宮こそが本宮であり、今も深い緑に包まれ、神秘的な雰囲気を醸し出しています。奥宮本殿の真下には巨大な龍穴があるとされています。この龍穴は奈良室生、岡山備前と並ぶ日本三大龍穴の一つ。特に神聖で強大な力を噴出するパワースポットとされています。地下にあり見ることはできませんが、湧き出す強大な龍神様のエネルギーをたくさんいただくことができました。こちらは船形石です。玉頼姫の命が乗っていたと伝わる貴船がこの石組みの中に隠されているそうです。そして最後は由比の社です。由比の社のご祭神は縁結びの神様、岩永姫の命。泉式部が夫の心変わりに思い悩んだ末に参拝し、祈りが通じて以来、恋の宮と称されていますが、恋愛だけではなく、あらゆる縁を良い方向に導いてくださるそうです。最後に貴船神社奥宮、高尾神の神様からのメッセージをお届けします。向上心を持って挑みなさい。この言葉の意味としては、日々の生活の中で毎日同じようにやっていること、当たり前にやっていることも、それをただ何も考えず行うのではなく、こうやったらもっと良くなるんじゃないかな、ここをもっと工夫してみようと、向上心を持ってやりなさいということを言われている気がしました。あとは、向上心っていう言葉がすごく響いてきたんですけど、向上心って心を上に向けるって書きますよね。自分の心を上げる、つまり日々ワクワク、ご機嫌に過ごすことでたくさんの幸が訪れますっていうことを教えられている気がしました。神様からのありがたいメッセージと、また新たな気づきをいただき、本当に良かったです。今日の動画はここまでとなります。もし参考になった、興味深かったっていう方がいらっしゃいましたら、ぜひ高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。